皆さん、こんにちは。マイコです。今日は私が2年前に受けた放射線治療のお話をしたいと思います。このチャンネルはみんなで運の良い選択ができる人になろうというのが目的です。私の夫は2年半前に、突発性の病気で病院に行ったんですけれども、誤診されてしまって、5日後に亡くなってしまいました。私たちは本当に運が悪くて、事の重大さがわからなかったからです。で、私はその後に人生で初めて受けた人間ドックで運のいいことに癌が見つかったので、今こうしているんですけれども、死んでいたのは私の方かもしれません。私はちょっと聞いたことが結果を大きく変えると思っています。だから自分の病気のことや、他の人の体験談をどんどんシェアしていこうと思っています。お茶でも飲みながらリラックスして聞いていただけたら嬉しいです。で、今日は私の、2年前に、ちょうど2年前ですね、に受けた放射線のお話をしたいと思います。えー私は最初に舌がんの手術を受けてから1ヶ月後に放射線の治療を受けました。まず場所によって違うんですけれども、舌がんの場合は治療が始まる前に自分の頭の形のマスクを作ります。こんな感じです。見た目怖いですよね。で、頭部固定用のシェルは軽いプラスチックっぽいメッシュでできてるんですけれども、これを作るために最初に病院に行くことになると思います。ベッドに寝た状態で温めたメッシュをこうやって体に押し付けて形を作る感じです。役割としてはね、これをテーブルに、固定して、体の位置をいつも同じ場所に固定するんですね。で、私のこのマスクの尖ってる部分は、プラスチックの棒を毎回口に入れて、同じ位置を再現する役割がありました。日本ではマーキングで、位置を確認するみたいです。で、放射線が始まると一般的に、週末以外は毎日、病院に通うことになります。放射線の、治療自体はテーブルに入れて、シェルで固定して、その場所を、あの、同じ場所の調整をするのが多分5分とか10分かな、かかって、実際の放射線の転写は10分ぐらいだったと思います。で、私の受けた放射線の部屋自体はこんな感じです。部屋は広いし、MRI と違って普通に空間は空いてるんですけれども、私、閉所恐怖症なんですね。だから顔とか体を覆われるのが怖いんです。で、最初にテーブルにピンポイントに、止められた時点ですごいビビっちゃって、もう、やめてってなったんですね。うん。で、もちろんスタッフさんは何があってもすぐにやめてくれます。もうね、半泣きで、閉所、恐怖症のことを話したんですね。そしたらその場でスタッフさんが、シェルのマスクの目のところを、あの、穴を切って開けてくれたんですね。で、本当に、それね、してくれてもやっぱり怖いんで、心臓やっぱりバクバクしてたんですけども、もう、しょうがないから頑張りました。部屋自体は音楽とかね、流れてるし、クリスマスライトみたいな飾り付けとか、いろいろあって、なるべくリラックスできる雰囲気にはなってるんですけれども、うん、あの、閉所恐怖症ですからね。しょうがないですよね。で、対処法としては、その目の開いてるところから何か一点だけをじーっと見つめるようにしたんですね。天井のシミとか何でもいいからそこだけを見る。もう何も考えないで見るというのが私のサバイバル法です。お役に立つかどうかはわからないんですけれども、私の場合ね、目をつぶって、視点をぼやかそうとする方が不安でした。で、昔 MRI とか本当に全て薬を服用しないと受けられないし、
エステとかでも、マスクとか好きな方じゃなかったので、ね、ある意味成長したかなとは思ってます。で、それから治療が進むにつれて、いろんな副作用が出てくるんですけれども、主なものはこちらです。私の場合ね、辛かったのは倦怠感と味覚の変化ですね。倦怠感はね、病院が車で10分ぐらいのところだったんですけれども、本当に今までないぐらい眠くなって、運転してても何回も寝落ちしそうになったので、皆さんも注意が必要です。味覚はですね、先生から徐々になくなるよとは聞いていたんですけれども、それは本当にそうでした。人によって亡くなり方は異なるみたいです。私は最初にしょっぱい味がおかしくなりました。いつも好きなお寿司を買ってきて、お醤油つけて食べたら、あれみたいな、これおかしいって感じになったのが2週間ぐらい経ってからかな。うん。で、それからまだ甘いものは、あの、味がも、ね、それから少し後まではしていたんですね。で、もうやっぱり、だんだんと味がしなくなっていって、シェイクとかは、チョコの方がバニラより味が感じていたような気がしていたので、ね、そちらの方を好んでました。前はね、バニラの方が全然好きだったんですけれども、バニラだともう味が全然しなくなってたんですね。でもやっぱりある時から、何を食べても全く味が感じなくなりました。ね、味がね、一切しないものを飲み込むってね、本当に辛くって大変でした。でも、味は治療ね、後に徐々に戻ってくるので安心はしてください。ただ、100%ではないんですね。だから、未だに、料理すると、味見は他の人に頼んでもます。でも、ね、一回なくしたからわかるんですけれども、味がするだけで本当に幸せだなと思うんですね。うん、皆さんもご飯ね、いただくときは、一回ね、そういうことを頭に入れて、感謝して食べてみてください。他にも最後の方は、まあね、外側も中側も火傷状態で大変でしたけれども、それはね、逆に病院の方がいろんなお薬とかで対応してくれたので、もちろん辛かったんですけれども、私の精神的に辛いリストには入っていません。私の場合は、口の中がもう真っ白になっちゃって、こんな辺で終われるとか、うん、口のあたりも、やっぱり日焼けを通り越して、もうクリスピーというか、こんがり焼けたというか、北京ダックみたいに、うん、なりました。でもね、ほら、ちゃんと綺麗に治りましたよ。こっち側ね。治療中に役に立ったものの、3選の動画もあるので、見てもらえれば嬉しいです。で、この3選は病院からもらうお薬とかじゃなくて、普通の生活用品です。放射線って毎日受けに行くので、病院の人たちとすぐ顔見知りにもなるんですね。で、皆さん本当に優しく教えてくれて、うん、今でもすごく感謝してます。1年以上経ってからたまたますれ違った時も挨拶に来てくれて本当に感謝です。では、ここまで、ご視聴いただいて本当にありがとうございました。今日あなたはこの話を聞いたので、運の良い選択をするレベルが一つ上がりました。なるべく多くの人に見てもらいたいので、いいねとシェア、登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。